世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。ブラックライブズマターという言葉をテレビや新聞のニュースで聞いたことがあるかと思います。黒人の命も大事と日本語訳されるこの黒人差別反対運動は、発端となったアメリカのみならず全世界に広がり、様々な影響を与えています。今回は黒人差別問題が日本の有名企業に与えた影響に関する話題と、この話題を知った海外の人々の反応をご紹介させていただきます。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。ブラックライブズマターは頭文字を取って BLM 運動とも呼ばれています。2012年頃からアメリカでは白人の警備員や警官らによる黒人男性への暴力行為や射殺事件が相次いでいました。そして2020年に起きた白人警官が無抵抗の黒人男性を拘束し、不適切に頸部を圧迫して窒息死させる事件が大きな引き金となり、未だに根強く残る黒人差別の撤廃を訴える運動として BLM 運動は世界中に広がったのです。市民を守る公的な存在である警察官が自身の身に危険が及んでいる状況でもないのに過剰な暴力を黒人に振るい、あまつさえその命を奪う結果になったこれら一連の事件は、白人による黒人への不当な扱いが日常的にあることを再認識させました。その影響は様々な方面にも波及しており、美容業界にも及びます。化粧品の中にはホワイトニング、美白など肌を白く美しくすると謳う商品が多く、これらの商品の広告には肌の白いモデルが起用されていたり、顔の右半分と左半分をやや褐色の肌と白い肌にし、白い肌が良いものとして際立つように比較された写真が用いられていました。企業のこれらの広告は、色の濃い肌は理想的ではない、その濃い肌を変えることができるという有色の肌を否定している考えを強く発信していると言えるでしょう。こうした批判を受けて、大手化粧品会社のロレアルやユニリーバは今後、美白、ホワイトニング、明るくする、ライトニング、色が白い、フェアといった言葉を商品から削除することを決定しました。さらにジョンソン&ジョンソンはさらに一歩踏み込んで、美白化粧品を商品ラインナップから除外すると発表したのです。このニュースは世界中に驚きを持って受け止められました。黒人差別反対運動に影響を受けてのことだとは誰しもがわかる対応ではあるのですが、行き過ぎた反応なのではという声も聞こえていたそう。しかし、もっと世界を驚かせたのは、黒人差別問題の渦中にいるとは言えない日本の化粧品メーカー大手の花王までもがこの動きに呼応するように、商品名から美白の表現を撤廃すると発表したことです。日本の化粧品にも美白効果を謳う商品は多くあり、日本人女性の多くが肌を白く美しくしたいという願望を持っていることは否めないでしょう。しかし、日本人が思う美白に白人のような肌の白さへの憧れが含まれているかといえば、そうではないことは明らかです。日本で美白とは、シミやそばかすを消して透明感のある肌を期待する商品で、もともと生まれ持った肌の色を本当に白色に変えようとするものではありません。欧米の化粧品が言う美白とは少しニュアンスが違うのですね。この日本の大手企業花王も対応したというニュースに対しては、海外の人たちも違和感を覚え、様々な反応が寄せられていますので、その一部をご紹介します。海外の反応。商品名を変えたところで本質的なことが変わっていない。お金を稼ぐための企業判断に過ぎないし、世の中は本当の問題からは目を背けている。企業の馬鹿げた配慮が暴走しているようにしか見えないよな。行き過ぎた言葉狩りだとしか思えない。
問題をこじらせているのは日本語の美白という言葉が美と白が一緒になっているからじゃないか。まあ変更するのは良いことだと思うよ。ついでに明るい肌が美しいって概念も変えた方がいい。そうだよ。日本語と英語じゃ意味が違うのに。日本人は英語じゃなく日本語を変えてしまっていることに気がついていないのか？美白ってのは単純に美しい白って意味で、ホワイトニングは何かを白くするって意味だよ。ホワイトニングがダメ？じゃあ歯を白くするのもダメだな。歯まで黒くする未来が見えるよ。白い肌が優れているわけじゃないのは当然のことさ。でも選択肢は用意されるべきじゃないかな。美白になりたい人は使えばいいし、全部禁止にする必要はないと思う。俺は変な理屈だなって感じたよ。このままだと白人以外が肌を白くするのは不自然だからダメって言い出しそうだな。そうしたら芸者のおしろいも塗っちゃダメってこと？僕はそんな風になってほしくないよ。伝統だもの。日本とアメリカじゃ文化が違う。はっきり言うけど、これは人種問題とは無関係だよ。もっと人々が人種問題を理解しようと時間を割いていたら、問題は今みたいに悪化してなかっただろうね。本当にそうだ。いい加減人種格差をなくすってことにみんなが真剣に向き合うべき。ホワイトニング化粧品のことなんてどうでもいいんだよ。どうしてこうなるんだ？中国とかアジア文化は白い肌に価値があるって文化なんだ。欧米人が言う白い肌とは違う意味なんだよ。全部を人種とか肌の色に絡めるのはやめてほしいよ。美白がダメって言うなら日焼けはどうなの？肌を焼いて黒くするのを咎めたりは誰もしないじゃん。肌をきれいに焼くための商品もあるけど、それは問題ないの？日焼けが問題じゃないなら美白も問題ないはず。だって肌のトーンを明るくすることでしょ？欧米人が先入観を持って発言したせいでおかしなことになってるんだ。もう本当にやめてくれよ。アジアまで巻き込むなよ。この件で文句を言っている人の大半が男性だって気づいてる？実際には化粧品を使わない人の方が過敏に反応しちゃってるのは滑稽だわ。本当にね。私はこの企業の取り組みは素晴らしいと思ってる。何でもかんでも白いのがいいっていう化粧品の CM の押し付けにうんざりしていたもの。はあ、公平さってなんだろうね。最近わからなくなってきたよ。以上が海外の人たちから寄せられた反応です。企業の対応に対して行き過ぎた反応だという人や賛成だという人など様々でしたね。一見過剰反応のようにも思えるこのような企業の反応はどうして起こるのでしょうか。皆さんはカラリズムという言葉を聞いたことがありますか？カラリズムとは肌の色の濃さを理由として起こる差別のことです。これは人種には関係なく、肌の色がより明るい人がより暗い人よりも優位に扱われるといった差別を指すことが多いそう。身近なところで言えば、色黒だけど可愛い、モデルなのに肌が黒いというような考えもカラリズムに該当する考え方だと言えるでしょう。こうした肌の色への意識は16世紀にはすでにあったそうで、これは労働階級の日焼けした肌に対して社会的地位が高い人は日に焼けることはなく、白い肌のままでいたことから、白い肌が社会的地位の高さを象徴するものとしてことさらに意識されたもののようです。現代でもそうした白肌信仰とも呼べる思想は根強く残っており、問題はアメリカだけに限ったことではなく、インドをはじめとする一部の国々では肌が浅黒いというだけで就職できなかったり、婚姻が破談になったりすることがあるのだとか。そのため肌の色を真っ白にすることで社会的地位の向上が望めるとして、肌色を漂白する習慣がある地域もあるそう。
肌の漂白剤とも呼ばれるハイドロキノンは肌のトーンを明るくできますが、炎症や黒ずみを引き起こす有害な成分でもあり、 EU では2001年以降、化粧品への使用は禁止されています。ハイドロキノンの他にも美白製品には人体へ深刻な悪影響を与える水銀が含まれているものも出回っており、当然政府は規制の対象とし取り締まりをしていますが、それでも規制の目をかいくぐり広く出回っているのだそう。違反行為がやまないのは美白製品に需要があり、利益を生んでいるからに他なりません。そこまでしてでも白人により見た目が近い方が望ましいと思い、肌が明るい方が優遇されると信じられているのです。しかし白い肌が他の肌色より優れているというのは、結局のところ何の根拠もない思い込みにしか過ぎないと言われています。こうした問題を社会がはらんでいる中で、美容業界が美白製品の広告で、肌は白い方が美しくて価値がある、肌を白く変えることができるのになぜしないのと商品をアピールすることは、白肌信仰を強化させていることと同じなのかもしれません。世界中には自分の肌が白くないことに傷ついた人がすでに多くいます。肌の色は個人の好みだから問題ないんじゃないと見過ごされがちですが、無意識の偏見や無理解、差別心が他人を傷つけている可能性があることは心に留めておきたいものです。日本とは無縁の話かと思える問題でも、花王が今回のような対応をしたのはそうした配慮によるものかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。